どうも、すずすずのモデルラボへようこそ。ようこそ。今回はゼータガンダムの前半の主人公機、ガンダムマーク2ですね。はい、すずすずの大好きなモビルスーツの一つです。すずすずは、このモビルスーツのどこが好きなんでしょうね。まず、ゼータガンダムの第1話で登場する、キターンズのガンダムマーク2のカラーがとてもセンセーショナルだったみたいです。デザインもとてもかっこいいし、ゲーム、ガンダム、VS、ゼータガンダム、でもとても使い勝手の良い機体でお気に入りだったみたいです。早速、内容を確認してみましょう。ご会長。測定には肉抜きがありますね。はい、これをどう処理するか試案中です。ガンダムマーク2の説明をお願いします。ガンダムマーク2はグリクス戦役を通じて常に第一線で戦い続けたモビルスーツです。サイド7のグリーンのアワンでエウーゴがティターンズからダッシュしたこのモビルスーツはカミー・ユビダンをパイロットとしてサイド1から月面、地球軌道上で戦闘を行いました。このモビルスーツはティターンズから奪ったものでしたね。敵の兵器が主役になるというちょっと変わったストーリーですね。ちょっとずるいような気もしますが、ジロン・アモスもザブングルを奪っていましたね。少し話を脱線しますね。頭部のパーツは前後で挟み込むタイプです。おのずと合わせ目ができますので、消すにはあとハメなど工夫が必要です。それでは、敵から兵器を奪取する話に戻ります。ゲーム、議連の野望では、ガンダムも奪ったザクのデータをもとに開発されたと説明されています。そういえば、地球連邦軍は露獲したサイコ動画のサイコフレームを RX93 ハイニューガンダムに使用しましたね。敵軍のものを利用することは結構あるものなんですね。敵からガンダムマーク2を奪うことで、エウーゴ独自のモビルスーツであるゼータガンダムがガンダムマーク2に続いて主役機になります。説明を続けますね。ガンダムマーク2は特に月面ではグラナダの侵攻やその後のアンマン防衛などに従事しました。そしてジャブロー降下作戦に参加した後は、キターンズと地球連邦軍の追撃を受けながら北米を転戦、各地で戦闘を繰り広げました。特に MRX009 サイコガンダムと対峙し、これを退けたことは特筆すべき戦果と言えるでしょう。そこはアムロの参戦も大きかったと思いますね。そうですね。エウーゴの中核を担っていたガンダムマーク2ですが、グリッドス戦役中期以降は、キターンズが投入する新型モビルスーツに対し性能不足が表面化していきます。いくらガンダムの名を冠しても、新型にはかなわないですね。すでにマーク2は旧式化していたためなんです。しかし、エウーゴは市営戦闘機である FXA-05D-G ディフェンサーを開発することで、ガンダムマーク2の延命を図ります。これにより性能強化を果たしたガンダムマーク2は、グリクス戦役を戦い抜いただけでなく、第一次ネオジオン戦争にも投入され、確固とした戦果を上げたのです。第一次ネオジオン戦争ではメガライダーに乗ることで性能強化をしていましたね。それにしても、ガンダムマーク2単体の性能強化が図られたわけではないのに、ガンダムマーク2に登場して生き残ったエル・ビアンのはすごいですね。同感です。よくクイーンマース戦まで持ちましたよね。以前に作成した RG のガンダムマーク2です。パイプは本来とは異なるものを使用しています。 HG とはディテールが大きく異なりますね。この頃はガンダムでカールの入手が困難で、ガンダムでカールなしで作成しました。少し不満が残ります。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございましたっていうつもりですね。まだ終わらんよ。こちらの HG、G ディフェンサー&フライングアーマーも紹介します。
マーク2とのドッキングも楽しみです。確か第3次スーパーロボット対戦だったと思うのですが、レベルの高いパイロットを G ディフェンサー、レベルの低いパイロットをガンダムマーク2に乗せてスーパーガンダムとなって敵を倒し経験値を得た場合、レベルの高いパイロットに大量の経験値が入るためよく使っていたような気もします。なかなか懐かしいゲームの名前が出てきましたね。その裏技的な話は全くわからないです。違ったかな。とりあえず早速内容を確認してみましょう。ご会長。まずはフライングアーマーからスタンドを組み立てます。フライングアーマーの説明をお願いします。レウーゴがガンダムマーク2の規格に合わせて開発した大気圏突入用装備です。レウーゴの戦略のうち、ジャブローなど地上の地球連邦軍拠点への電撃的な進行手段の開発は急務でした。装備としてすでにバリルートは存在していました。こんな一方的な戦闘は卑怯だ。それにあの新型じゃない。バリュートは突入時に自由落下状態となることや、突入後はパラシュートを使用するために無防備となり攻撃される可能性がありました。進行していたゼータ計画の一つである大気圏突入能力を検証する目的もあり、フライングアーマーが開発されました。底面にはホバーノズルも備えており、大気圏内においてはサブフライトシステムとしても機能します。フライングアーマーはとても優秀なのですね。はい、ですがジャブロー基地降下作戦で失われています。カミーユが敵にぶつけちゃいました。ドンマイ。続いて G ディフェンサーです。 G ディフェンサーの説明をお願いします。ガンダムマーク2の重戦用装備として、レウーゴの要請によりアナハイムエレクトロニクス社が急増した貨幣戦闘機です。レウーゴはティターンズからガンダムマーク2を奪取し戦力として運用しました。しかし貨幣モビルスーツの出現によりさらなる高速戦闘への対応と火器搭載量の増大化が必要とされました。そこで初代ガンダム用の強化システムである G アーマーのコンセプトをベースに耐久性、航続距離、ジェネレーターの問題も含めて解決すべく開発されたのがこの G ディフェンサーです。個体差かもしれませんが、左右のミサイルポットのカバーはミサイルのパーツが組み込まれている状態では閉じることができませんでした。ミサイルのパーツを外せば閉じることができます。そしてこれがスズスズのお気に入りのマーク2ディフェンサー、愛称はスーパーガンダムです。ガンダマーク2が G ディフェンサーを着たままモビルスーツモードで戦闘可能な形態です。当時の最新鋭モビルスーツに対しても決して引けを取らない高性能機です。なおスーパーガンダムはエウーゴのスタッフがつけた愛称であり、正式名称ではありません。エマチューイが登場して大活躍でしたよね。ベコアロングとの戦いの後、コックピットから出たりしなければ。しかしこの段階でスーパーなんてつけちゃうと、この後に投入されていくガンダムに名前負けしてしまうと思うのですが、確かにこの後もっとスーパーなガンダムがたくさん出てきますが、当時の方々はそれほど戦争が続くと思っていなかったかもしれませんね。あるいはこれで戦争を終わらせるという思いを込めたのかもしれません。残念なポイントとして、このガンダムマーク2のキットに入っている握り手ではロング、ライフルを持つことはできません。暫定的に高機動型ザク、地上用エグバキを代替としています。他のキットを調べてみて、さらに適切な握り手が出てきたらいいですね。エマ注意と偏見キャプテンが結ばれるところ見たかった。引きずりますね。ロングライフルを脇に抱えて射撃ポーズを取ることは難しいです。そのポーズ取りたいですね。結構合わせ目の主張が激しいですね。残念ポイントがありましたが、
てもかっこいいのでプレミアムバンダイから購入してよかったです。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。励みになりますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、またお会いしましょう。I guess you're trying to